エロくて何がいけないのA whole never gets old 前日本生まれ育ちの女の子と昔タイプの話をした時があって、でそれでレディーファーストが好きだって私が言ったのね、その子に、でその子は無理かもって言って、苦手なのレディーファーストって、もうなんかそういうことをやられるとちょっと気持ち悪い、なんか苦手っていう、だから要はレディーファーストなんで仕上げないの、っていうしてくれないのっていう、なんでレディーファーストしてくれないのっていうマインドすらない、ってなるとそれはそれでその人の価値観だしハッピーなわけじゃない、だからそこが難しいと思って、だからこう、私たちが多分そういう風に違うカルチャーの中育ってそういう風な扱いされたいっていう風に思ってるけど、そう思ってないとしたら、それもそれで押し付けるのも変じゃない、そうだね。だからなんかでもグローバル化ってあるじゃん。やっぱさ、基準はそう知っておいた方がいいと思う。時代って変わってってきてるから、古い考えってちゃんといいものは取っとくけど、新しい方に進化してねするために、今のグローバルの基準っていうのはここですよって、だから民主主義がこう広まってったみたいに、今もう一度日本も考え直して、女性男性がイコールに、だって女性今の会社女性ばっかりなんだけど、すごい優秀本当に、人多いし、でただ女性が優位じゃなくて、男性と女性が平等に協力し合っていく社会っていう、でお互いにちゃんとリスペクトがある、だからやめたいのは女男みたいな、あれ男ってさとか女ってさとかいう会話が良くないと思う私は。私もそれをすごい意識してる、だってそれってもう子供ながらの多分だから親世代とか周りの環境に影響されてるじゃん、言葉遣いって、でそういうなんかレイシストな発言もそうだけどさ、全然そういうつもりもないんだけどお父さんがそういう言葉使ってたから単純に使ってたとか、だから多分we have to like unlearn、なんか学んだことを一回意識的にリセットをしなきゃいけないって思う、何でも。そうだね、育ってきた環境で差別とかいろいろついてきちゃったりとかするけど、もうそんなの古い、今もう世界は一つ、グローバライゼーションっていうのを今みんな女性だけじゃなくて男性もこんな考え持ってたり、こういう言葉遣いしたりしてたらダメなんだなっていうのをもう一回こう考え直してね、していかなきゃいけない。なんかこの前写真撮影してたんだけど、私がね、そうで私が写真撮ってて、でベニがいっぱい可愛いのあって、私が選んだのとベニが選んだのが違ったの、で私これすごいセクシーじゃんって言ったら、でもちょっとこれエロすぎないって言ったの、私was likeなんでエロくて何がいけないのって言ったね。多分ちょっとなんていうの、まあある意味芸能人っていうくくりでなんかあるじゃん、プライバシーあんまり見せちゃいけないとか、そういうスキン見せちゃいけないみたいな、でもセクシーっていう定義って何？定義？まあでも確実に中から出てくるものだよね。なんかこう、おっぱいみたいな感じじゃない、お尻とかじゃなくて、やっぱそのなんか醸し出す女性だし、こうヴィーナス的なオーラ、それがその今の言った定義ってアメリカウエスタンなの。なるほど、日本って、多分いろんなそのセクシーじゃあ肌を露出するイコールちょっとタブーみたいな、そのモザイクかかるみたいなやつだよ、ある意味。まあ要はだからいけないもの、いけないもの、そう見せちゃいけないもの、でも宗教的じゃないんだよ、ムスリムとかじゃなくてあるじゃん、あっちの宗教って。確かになんだろうね、日本って変なカルチャー的ないけないなんかダメなあれがあるの。私はポルノなんだと思うんだけど、日本のポルノがいけないと思う。でもだから要はさっきこのその一言で私もある意味さっき話したようにある意味ちょっとジャパニーズマインド
そうだよ。に I think you have more Japanese mind nowadays. 変わった部分がすごくある。昔だったら多分そんなのいいじゃんってなってたのが、これちょっとエロいかなみたいな、ふふってなんか、でもセクシーな服着るイコール別にセクシャルアピールしてるわけじゃないじゃん。自分的になんかちゃんとこう女性としてっていうかすごく素敵な感じでいきたいのに、なんかある人から見るとなんか全然ファッションじゃなくて違う観点から見られるっていうのがその人の基準に合わせたくないの。それもグローバライゼーションで、海外だったら全然そこまでそういう風に見ないじゃん。わかる？素敵な女性ホットみたいな、あれじゃんホットで行きたいのが、そのカーディがね、カーディ B がね A whole never gets cold っていうで、ね、A whole never gets cold っていうのがあって、 A whole never gets cold って言ってまあホーって言っても微妙だから、まあホットネス、セクシーは never gets の人は never gets cold。 確かめちゃうまいこと言うね。いやね、それ never gets cold theory っていうのがあって、サイエンティストバックアップね科学的に証明されたの。今ちょっと説明すると、ホットな女性はどんなに露出をして肌を出してても寒くないと。そう要は冷えないのっていうぐらい薄着してるのにA whole never gets cold ってもうそういう冷えないんだよ、寒くないんだよ別にっていう。っていうかそれぐらいホットだからっていう意味もあるんだよね。自分に自信があってホットな時って確かにクラブにいてもどこにいても寒くないじゃん。確かに。でそれをねカーディ B にちょっとちょっと彼女が言ったのが名言ね、しかもあれでしょ、もうニューヨークのめちゃくちゃ寒いもう極寒の中で、このなんかほぼ下着の格好で出るけど寒くないよっていう、これが科学的に証明されたの本当にホットな気分、自分がすごくセクシーで自分的にすごく満足のいく、これはすごい絶対今日は自分自信あるっていうホットな時にアドレナリンが出てる時は寒くもないと。アジャナレン、それぐらい、ね、確かに大切なんですって。自信とアドレナリンはやっぱ並行してるんだね、このなんかこれを着るんだ私っていうのと、アドレナリンが出て冷えないっていう。そうだからセクシーっていうワードがね、日本だとちょっと違う価値観なんだけど、またここもグローバライゼーションしてもらって、別にそういうセックスアピールじゃなくて、なんか着たいなら着ていいよっていう、自分の好きにして、そこをちゃんと自分と同じ価値観で理解してくれる人に向けてる、インスタとかだって発信したらさ、もう日本の人口なんて少ないわけで、ほぼ世界にちゃんと発信すればさ、自分がどういう意図でこういう格好がおしゃれだと思ってとか、そういう価値観分かってくる人がほぼなんだから、そんなにこういう狭い視野で物事を考えないで、もっとみんながちゃんとグローバルなマインドで意識した行動と発言をして、ホットになってNever gets cold になろうっていうでも私思うけどネットもすごいここまで普及してるし、期待してる、すごく、調べられるからね、ヤングマインズに、そうだから多分私たちはこの狭間にいると思うのね、こうだからそのちょっとこう偏った価値観を持ってる人たちにやっぱしっかり意見を言ったりとか、それちょっと違うと思うよとか、っていうべきだと思うけど、やっぱりヤングジェネレーションは絶対もっとオープンマインドだと思うし、すごい才能をいっぱいこう生み出されてる気がするから、これからですよ。でこれなんとかこのポッドキャストどうにか若い人たちに聞いてほしいね。少しでも発信することが一番の近道だって、こういうの、日本がそういうふうにちゃんとグローバル化して男女平等の社会に向かっていくには、私
私たちとかが発言してそれがどんだけリーチできるかっていうので、一番変わりやすいっていうんでちょっとそれも歌にして歌ってもらって、いきなりすごいヘビーだわ。とにかく女性の皆さん、男性に負けないでとかそういう競争でもないんだけど、まあ、だから環境を変えることを恐れないでってことだよね。本当にそこ、今流行りのフリーランスになってもいいし、風の時代ってやつですね。風の時代、だからあと何ヶ月1ヶ月、2ヶ月、今年、動きましょう、ね、風のように、Cheers。私はウクレレで動くからね